今回はテイクダウンディフェンス率 100%、ケージレスリングの猛者、USC ウェルター級王者、カマル・ウスマンの紹介をしたいと思います。カマル・ウスマンです。MMA 戦績17勝1敗、UFC 戦績12勝0敗です。ナイジェリア出身の33歳です。猛者中の猛者しかいない UFC で驚異の12連勝中です。長いリーチから繰り出される打撃と驚異的なフィジカル、しつこいケージレスリングでの攻防を得意としており、テイクダウンしてトップを取り、柔術黒帯のグラウンド力でコントロールして相手に何もさせずに完封して勝利します。8歳でナイジェリアからアメリカ合衆国のテキサスに移住し、高校からレスリングを始め、高校時代には後の UFC パウンド・フォー・パウンド、ジョン・ジョーンズとの対戦経験もあるそうです。大学では NCAA ディビジョン2で優勝し、オールアメリカンに3度選出されるほどのレスリングエリートで、 MMA に転向後もテイクダウンディフェンス率 100% でキャリアでテイクダウンを奪われたことは一度もないようです。ローカル団体で5勝1敗、勝った試合は全てパンチ連打による TKO 勝ちを収め、 USC 契約をかけたリアリティショータフシーズン21に参加し、決勝では肩固めによる一本勝ちにて優勝し、 USC と契約しております。USC 本戦デビュー戦では現在ウェルター級3位のレオン・エドワーズに判定勝ちすると、その後も得意のレスリングを駆使し、破竹の UFC7 連勝を挙げ、ランキングを7位まで上げました。その後、当時ランキング5位の柔術家デミアン・マイヤーと対戦すると、寝技で勝負したいマイヤーのタックルを終始切り続け、引き込もうとするマイヤーの寝技に付き合わず、右ストレートでダウンを奪うなどの完勝で判定勝ち。当時ランキング3位、元 USC ライト級王者のハワエル・ドス・アンジョスと対戦し、終始ドス・アンジョスを圧倒し続けて判定勝ちを収め、 USC9 勝0敗の戦績でようやく UFC ウェルター級絶対王者タイロン・ウッドリーとの対戦が決定しました。タイロン・ウッドリーは NCAA ディビジョン1でオールアメリカンに2度輝くほどのウスマンより実績のあるトップレスラーで、 UFC ウェルター級王座を4度も防衛している絶対王者でした。レスリングの猛者タイロン・ウッドリー相手に、ウスマンはしつこいケージレスリングとトップコントロールで終始圧倒し、ほぼウッドリーに何もさせずの完勝で UFC ウェルター級王者に輝き、アフリカ国籍者史上初の UFC 王者に輝きました。初の防衛戦ではランキング2位のコルビー・コビントンとの対戦が決定しました。コビントンはトラッシュトーカーであり、かなりの破天荒で、かつてからウスマンとの因縁がありました。コビントンは2018年に UFC ウェルター級暫定王者を獲得するも、統一戦を怪我で欠場したため剥奪されておりました。剥奪された後のコビントン VS ロビー・ローラーでコビントンが勝利した試合後に、コメンテーターとして来場していた王者であるカマル・ウスマンを挑発し、前線を繰り広げる行為。 USC235 のカマル・ウスマンの公開練習で、全然関係ないのに突然会場に現れ、剥奪されたのに暫定王者のベルトを持ち、トランプ大統領のスローガンが書かれた派手な赤いキャップをかぶり、拡声器で客席からウスマンに挑発する行為。それらの経緯があった後に、ウスマンとコビントンはカジノのビュッフェの列で並んでいたところでたまたま出会ってしまい、揉めて一触即発の事態にもなっておりました。そんなコビントンとの因縁マッチは序盤から激しい打撃戦を繰り広げ、3ラウンド終了直前に右ストレートでコビントンの顎を折るダメージを与え、5ラウンド終盤に右ストレートでダウンを奪って追撃のパウンドで TKO 勝ちをし、王座初防衛に成功しております。2020年7月、2度目の防衛戦ではウェルター級ランキング3位のホルヘ・マスビダルと対戦しました。ホルヘ・マスビダルはベラトールと1の2冠王者で MMA 戦績19勝0敗だったベイン・アスクレン相手に試合開始5秒飛び膝で KO 勝ちし、前戦では世界一のワル決定戦を決める戦いでネイト・ディアスに勝利して BMF ベルトも獲得し、非常に人気のあるファイターで当時勢いに乗りまくっておりました。そのマスビダルともウスマンは因縁があり、 NFL の優勝決定戦であるスーパーボウルのイベントで偶然居合わせたマスビダルと前線を繰り広げ、一触即発の事態となっておりました。ウェルター級のトップ選手は言い合いをする人が非常に多いです。試合はケージレスリングとグラウンドの攻防で終始圧倒し、完勝の判定勝ちで2度目の王座防衛に成功し、 UFC のレジェンドジョルジュ・サンピエールが保持する UFC ウェルター級史上最長連勝記録12連勝に並びました。12連勝を挙げたウスマンはウェルター級のトップ選手を軒並み倒してきました。ランキング1位コルビー・コビントン、3位レオン・エドワーズ、4位ホルヘ・マスビダル、6位タイロン・ウッドリー、7位デミアン・マイヤーに勝利を挙げております。
まだ上位ランキングで対戦していない2位ギルバート・バーンズ戦がウスマンの次の対戦相手として確定しております。バーンズとはサンフォード MMA でウスマンと同門ながら2020年7月の UFC251 でウスマン VS バーンズが組まれていたものの、バーンズのコロナウイルス陽性で試合が流れ、2020年12月の UFC256 で再度組まれるもウスマンの負傷により延期が決定しており、2021年の1月か2月に延期が検討されているようです。バーンズを倒すとなるとウスマンに勝てるランカーは正直思い当たりません。しかし近いうち UFC 最注目選手であり期待の新星カムザット・チマエフがタイトル挑戦者候補に上がってくるのではないかと個人的に思っております。そんなチマエフはノーランカーながら強すぎて USC から期待されすぎて12月19日のラスベガス大会にて3位レオン・エドワーズとの対戦が決定しております。この一戦に勝利するとチマエフは次期挑戦者を獲得できるのではないでしょうか。チマエフが勝つとなれば今後のウェルター級が面白くなってきそうです。カムザット・チマエフの動画は過去にアップしているのでぜひご覧ください。またウスマンはかねてより UFC ウェルター級のレジェンド GSP ことジョルジュ・サンピエールとの対戦を熱望しております。ウェルター級で9度の防衛、 UFC で12連勝した GSP は2017年にミドル級として復帰しマイケル・ビスピンに勝利して UFC ミドル級王者になったものの2019年に現役引退を発表しております。しかし GSP はもし適切な機会が訪れた時には復帰する可能性もあると発言し引退しております。ウスマンは当然ながら私は GSP に多大な敬意を払っている。私は彼を見てこのスポーツをやろうと思ったんだ。今私たちはウェルター級の最多連勝記録に並んでいる。 GSP はまだやれるよ。2年前に復帰した時にまだ戦えると証明したんだ。みんな私が GSP に勝てるかどうかわからないだろう。 GSP はそういう相手になれると思うし私もそういった選手を求めているんだ。チャンピオンとはそういうものだよ。自信がないし大変だしどうなるかわからない。だから私は自分自身を試してみたいと思っていると話しております。またウスマンと同じナイジェリア出身である UFC ミドル級王者のイスラエル・アデサニアと親交が深く、またナイジェリアに隣接するカメルーン出身であるヘビー級1位のフランシス・ガヌーとも親交が深く、ガヌーがジュニオール・ドス・サントスと対戦した時にはウスマンがガヌーのセコンドも務めておりました。またウスマンの弟モハメド・ウスマンも MMA ファイターでありヘビー級で MMA 戦績7勝1敗、現在はタイタン FC で活躍しております。ウスマンは日本人 UFC ファイター佐藤隆選手と同門のサンフォード MMA 所属であり佐藤隆選手のセコンドについたこともあります。ウスマン所属のフロリダのサンフォード MMA は UFC やベラトルで活躍する選手が約50人在籍している猛者の巣窟です。ウスマンの他に UFC ウェルター級ランキングにギルバート・バーンズ、元 UFC ウェルター級王者ロビー・ローラー、元ベラトールライト級王者で最近 UFC と電撃契約したマイケル・チャンドラー、ワンチャンピオンシップ元ミドル級現ライトヘビー級2階級王者アウンラウさんといった猛者中の猛者が集っております。またジムがサンフォードヘルスという遠隔治療最大手の会社からスポンサーを受けているため、怪我をして手術が必要になったり疾患があっても所属選手はサポートしてもらえるそうです。コーチと選手の豪華さはもちろんオクタゴンを備えた素晴らしい設備と医療環境の待遇、強くなるには最高の環境です。また SNS へ投稿されたカマル・ウスマン対マイケル・チャンドラーのレスリングスパーリング動画はレベルが高すぎました。以上です。 UFC ファイターズガンシリーズ6人目はカマル・ウスマンを紹介しました。今後も各階級の王者トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。